はい、お牛座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は6月後半のタロットリーディングをさせていただきます。前回のイベントに参加してくださった皆さん、もしくはね検討してくださった皆さん、ありがとうございました。また翌月以降のイベント情報や、翌月の星の動きは LINE で皆様にお送りしていますので、まだお友達登録と済んでない方はぜひお友達登録お待ちしております。では行きましょう。6月後半です。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。6月後半ですね。そう、カップのナイト逆、カップキング逆、ペンタクルス7逆、カップ2ですね。そしてペンタクルスのクイーン逆とソードの10、ごめんなさい、ワンドの10かな、これは。そしてグロース言葉が出てこない。ペンタクルスの、ページです。ペンタクルスの8逆と戦車とオラクルはワンドの5です。ちょっと忙しいなって感じがありますね。いいことですけどね、星で見た時にやはりこの6月の9日から火星というバイタリティとか挑戦とかやる頑張るぞみたいな、そういう切り開いていく力がやはり大牛座さんに入っているので、粘り強く何かに向かっていくっていうことをすごく応援されてるわけですよね。でさらに6月21日が夏至ですけれども、この夏至までっていうのはなんか自分がいくら稼げるだろうかとか、自分にはどんな価値があるだろうかっていうところにすごく焦点が当たっていたのが、6月21日以降は自分が動き始めるとか、何か事態が流れ始めるとか、情報もすごく行き来しやすくなるので、実際移動される方多いんじゃないかなって感じがします。でそれが活性してる、運勢が活性してるって感じなんですね。なのでなんかちょっとイメージですけども、ここにこの戦車っていうカードが出てるんですが、何か自分もそうだし、大事にしたいもの、荷物とかいろんなものを乗せて馬車で動いていってるみたいなイメージです、全体的には。だからたくさんのなんか車じゃないんですよね、馬車って感じでたくさんの荷物があって、ちょっとこう馬で引っ張られてガタガタしながらでもこう大事なものを抑えながら進んでるよっていうのがちょっと全体のイメージでした。でもこんな風にね、こう事態が動きやすいとか、何か発展しやすい、自分の意識も広がりやすい、勉強しやすい、コミュニケーション取りやすいという時ですから、ちょっとせわしないなっていう感じもありますね。早く動きたいんだっていう方にとってはこういうのってものすごい楽しい、もう毎日がエキサイティングって感じなんですけど、大志田の皆さんやっぱもうちょっと落ち着いて自分のペースで進んでいきたいっていう方が多いと思うので、この自分のペースの心地いいペースに比べると、忙しいなとか、ちょっといろんなことがいっぺんに起こってるなって感じかもしれません。でカードで見た時に入り口がクリエイティビティの逆っていうことで、自分から湧き上がってきてる感覚や、こうしたいんだ、何かをきちんとこういうふうに収めていきたいんだとか、こうしたらきっといいと思うとか、自分がもうちょっとなんかいろいろ感じて、自分の感情をもうちょっと見たいのにそれをゆっくり見る時間がないみたいな感じもあるかもしれません。ただちょっとそれに対してのメッセージはね、ご自身の中ではまだ中途半端だと感じていたりとか、ちゃんと収まっていないと思ったとしても、もうすでに十分大牛座の皆さんの中にその感覚あるんですよって、いつでも何かを作り出せる自分だけのオリジナルなセンスって備わってるんですよみたいな感じで言われています。自分でそれを掘り起こして感じて確認しないと分かんないと思ってるかもしれないですけど、いやもう備わってますから、十分ありますからっていうね、頭で理解しようとしなくてもあるよって、体の中でもそのセンスがあるんだよって言われてる感じがしました。それをどのように表現するかとか、どのように流していくかとか伝えていくかっていうところにちょっとした戸惑いや、なんか物事を順序立てて何かしていかなくちゃっていうような思いがあるのかなって思いましたし、やはりなんか移動するとか何かをするとか動き出すってなると、どうしてもお金っていうものがつきまといますけれども、その
それに対して自分が納得してないみたいな感じがあるかもしれませんが、そういった現実的なお金のことや何かにこれだけお金がかかるとか、そういうことをちょっと置いといたとして、今の自分の感性で言うと、人とのつながり楽しくないですかって感じがします。今こうやってカップの2というカードが出ていて、これは双方にとって喜びが循環しているみたいな感じのカードなんですね。自分の中にある喜びをシェアしたら向こうも反応して、向こうのシェアも聞いたらこっちも嬉しくなってみたいな、すごくいい感じなんです。ですので人間関係とてもいいです。気の合う仲間がいるとか、コミュニケーション取りやすい状況があるとかね。で、いや今そんなことないですっていう方は、ちょっとこう心の目を開いてみて、人の別に YouTube とかでもいいし、誰でもいいので、ちょっと心の目を開いて感じてみたら、この人の言ってること本当によく分かるとか、分かる分かるとか、つい自分も何か言いたくなるみたいな、そういった交流というのが生まれますし、疑っていたことに関しても自分が興味があるならやってみようみたいな、そういうなんかスッとした感じになってきますので、これはとても和ませてくれますね。この楽しみっていうのはお牛座の皆さんをね、すごく楽しいんだなって感じがします。そして、ここからね、ペンタクスのナイトっていうもの、ペンタクスのクイーンっていうものが出ているので、やはり何かね、こう大志田さんらしくっていうか、自分で価値あるものをしっかりと築いていきたいんだみたいな、なんかまるですごいいろんなことにお金がかかるから、きちんと安定した収入源を得たいんだとか、もう少しちゃんと働けるお金を得られるものを得たいみたいな、そんな感じもあります。ただあんまりね無理しないでほしいなって感じがあります。あまり自分を犠牲にしないでほしい。こうもっとやらなくちゃいけないんだ、もっともっとっていうふうにやったりとか、多少無理してでも相手に合わせたりとか、楽しいがゆえにね、相手に合わせたりとかしてると、どうしても体がしんどくなってしまうそうなので、とにかく自分自身は犠牲にしないっていうふうに決めてください。その上でやりたいこと、勉強したいこと、感性を喜ばせるっていうのは大いに結構ですっていう感じ。そしてゆっくりと自分の中で大切な価値っていうものを育てていけますよと。グロースっていうカードが出てますので、まるでこの糸をね紡いでいくかのように、ゆっくりゆっくりとそれが形になっていくよっていうふうに言われてます。さっき一番最初に言ったなんか本当に馬車のイメージなんですね。馬車ってこれに出てるような小さな馬車じゃなくて、結構荷物とかいっぱい乗せられるような大きな馬車のイメージで、そこにいろんなものを乗せてるし、自分も乗せてるし、それで早く進もうとしたらやっぱりすごくもうガタガタ言うし、だんだん馬車もなんかこうほころびてくるとか、いろんなものをちょっとこぼれ落ちたりとか、そういうこともあるかもしれないけれども、でも大事なものをちゃんと運んでるし、進んでますよねって、自分ではすごい体力使ってると思うかもしれないけど、それでも進んでますよねって感じがするんです。この今ね出てるこのペンタクスの8というカードも、自分ではもうまだまだだと思いながらスキルを磨いてるっていう、いつまで続くんだろうみたいな感じかもしれないんですけど、継続していく力っていうのは継続してる最中っていうのはあんまりわからないけれども、振り返ってみた時にすごい成長してたなっていうのが分かるので、今それを大志田の皆さんにやってるんですよって。今もう自分は必死でもう嫌だ、こんな生活嫌だと思っていたとしても、十分やってますよと。もうちょっとして後ろを振り返ってみたら、それは自分なりの成果も確認できるし、なんだかんだ言いながらちゃんと進めてますからねって感じがしました。でオラクルもワンドの5っていうのはね、やることがいっぱいあるとか、自分の中で優先順位をつけにくい、大事なことがたくさんあるとか、その一つのことだけに集中できないというジレンマみたいなものがあるかもしれませんが、いろんなことを同時にやっていってバランスを取りながら、一つが足りない、あれがどうだって言いながらでもやってること自体が素晴らしくないですかみたいな感じです。ちょっとこれを踏まえた上でお仕事のこと見させてくださいね。仕事なんか頑張っていきたいのかなって感じはありますけどね。なんか急にね体調不良になりやすいので、すごく大丈夫だったんだけど、急に気づかないうちにこんなストレス抱えてたんだとか、そういうのがあって、もしかしたらそれってちょっとした浄化っていうこともあるかもしれないですし、知らず知らずのうちにやってしまっていた自分の体を犠牲にしすぎていたことっていうのをここでちょっと調整するっていうのもあるかもしれないのでね、その後はまたねちゃんと保っていきますから、そんなに大きな病気とかではないんですけど、その馬車がちょっと大きなへこみにガクってなるみたいなそんな感じ
ちょっと仕事のこと見てみます。ソードナイトっていうことでやっぱり頑張りたいんだって感じかな。太陽、バンド級ということで活力ありますね。やっぱり火星がね今牡牛座に入っているし、天王星も入っているので、やっぱりなんだかんだ言いながら底力があります。やっていけるって感じ。忙しいかもしれないし大変かもしれないけど、でもすごくやっていけるし、今やってることって後から振り返ったら本当にすごい成果なんですよっていう感じがするので、今この時期にできることって実はものすごくいいことなのかもしれないです。携われることってこと自体が。でご自身ではいやまだまだなんだっていう納得してない感覚もあるかもしれませんが、それでもね後から考えたらあの時のことよくやったみたいな感じだと思います。とてもいいですね。仕事運あります。要するにこの流れを見ると、ありますっていうよりも、今年の流れ全般的にね、やはりお牛座の皆さんは自分の力をどれだけ信じるのかっていうのがもう試されてますからね、ずっと年間を通して。それがもちろん社会にも活かせるし、社会の中である今いる環境の中で自分の力をどれだけ信じて出していくのかっていうのがいつも問われてるわけですけど、この6月末っていうのは表面的に動きやすいエネルギーがすごくあるので、その中で自分ではまだまだ動けてないとか、もっとこうしなきゃって思ったとしても、カードは仕事としてはすごくいいチャンスが来てますと。すごくいいチャンスが来てる。そしてその忙しいってなったとしても、それでもこなせてることに注目してねっていう感じです。そしてもう一つ人間関係見てみますね。ラバーズ、また出ましたね。ペンタクスのクイーン、そして戦車の逆ということで、今逆位置あんまりなしで見ているのでいいですね。人間関係とっても楽しそうです。ここでもやっぱりラバーズというか、ラバーズじゃない、これカップの2っていうものが出ていて、ここでもラバーズのカードが出てるっていうのは、本当に等身大の自分でちゃんと向き合っていける人がいるとか、自分と同じ感覚で話せる相手がいるとか、分かってくれる人がいるとか、大事にしたい仲間がいる、パートナーがいるっていう感じがすごくするので、そのパートナーや仲間とぜひね楽しい時間を過ごしてください。こういう時っていうのは遠慮は無用っていう感じがしますね。ぜひ自分からどんどんアプローチしたり、思いを伝えたり、大事に思ってるよとかいうのも、別に恋愛だけじゃなくてね、同性の関係であったとしても、上司であったとしても、子供であったとしても、そういう自分の中に溢れてくる大事な思いっていうものを伝えるのはとってもいいですね。そうすることによってより循環が強くなる感じがあるし、その喜びの中にどっぷり浸かることを自分に許可することによって、ものすごく感性が豊かになるし、いいものが生まれてくるって感じがしますね。そしてその豊かな感覚の中でこそ生まれる、やはり感覚があります。大事にしていきたいものがちゃんと大牛座の皆さんの中に育ってるっていう感じです。そしてそのこと頑張りたいんだって感じがあるので、人間関係はとにかくいいです。でどういいのって言った時に、どっちかというと同僚もしくは同い年みたいな横のつながりですね。縦のつながりよりも横のつながりがめちゃくちゃ楽しそうです。でその中で自分のらしさを感じたり、自分にできること、私ってこんなに人のことをケアしてあげるのが好きだったんだとか、何か自分だからこそ生まれてくる感覚、それが結構誰かをケアしてあげたり何かをしてあげたりっていうような、すごく知恵がねなんか出てきてる感じがするんですね。でそれを使って、自分をさらに進ませていくよみたいな感じがあります。なので もしかしたら皆さんの中にはもっともっと技術を磨かなきゃいけないって思ってるかもしれないけど、いやいや今ある中で十分かもしれませんねっていうのもありますね。そんな感じかな。もう一枚オラクルカード引かせてください。そうだね。はい、すごい。どうですか、このカードを見て何か感じることがあれば、皆さんの直感を通じてメッセージを受け取ってみてください。なんかすごいいい案が出てきそうですよねこれ。自分の中でね、何かしらなんだろうな、頭なんか相当バイブレーションということで、頭の脳神経細胞がつながって、いい
なんか情報をキャッチしたりとか、自分の中で答えが分かるみたいな、何かこう解決していくための選択ができたり、スッとできたりとか、こうサインが分かるっていうのかな、自分でこっちだとかピンとひらめくとか、なんかそういうこう象徴的な印みたいなものが来て、それを受け取れるっていう感じがしますね。宇宙とつながっていいですね。こういう時ってやっぱりどれだけリラックスしているかとか、どれだけ柔らかく喜びの中にいるかということがあるので、おそらく現状は結構慌ただしいかもしれないですけど、でも進んでますよっていうふうに言われてますからね、楽しみながら進んでいってください。ということで、ここまでしておきたいと思います。次回はまた6月末ぐらいに次の動画をアップさせていただきます。ぜひ次回皆さんのねコメントを読みながらちょっと占ってみようかなと思っているので、次こんなこと占ってほしいですみたいなものがあれば、ぜひコメントで書いてください。それを見てやりたいと思います。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ進んでいることを自覚しながら、成長していることを自覚しながら、楽しい時間をお過ごしください。今回も最後までありがとうございます。失礼します。